やっほーいメガです。今回はレイダース最強ガジェットランキングということで、このゲーム実は武器と同じぐらい大事な要素があるんですよね。それがガジェット。早くボスをクリアしたいとか、ガジェットって結局何に使えばいいんだろうって方かなり多いと思います。そんな方に向けて今から使うべきガジェットをランキング形式で紹介していきます。ガジェットって武器と組み合わせて使う特別な道具で、パーツで強化していくとどんどん化けるのが特徴です。ランキングが高ければ高いほど序盤から終盤まで安定して活躍できるガジェットになっているので、ぜひ最後まで見て参考にしてみてください。と、ここでランキングの前にガジェットについて軽く説明します。スプラトゥーンシリーズでいうところのサブウェポンにあたるものです。このガジェットには大事な仕様が3つあります。1つ目は一度使うと待ち時間が発生してしばらく使えなくなること。なのでボム連投みたいなことはできなくて、使うタイミングが重要になります。2つ目はスピード、パワー、テクニカルタイプの3つがあること。使っているタンクによって装備できるガジェットが変わり、最初は1つしか装備ができませんが、最終的には最大3つまで装備できます。3つ目はパーツをつけてカスタマイズできること。これがめちゃくちゃ大事で、同じガジェットでもパーツ次第で別物になります。しかもやり込むほどガジェットもパーツも強化できるので、育てれば育てるほど化けるんですよね。大前提として育て方次第でどのガジェットも十分戦略になるので、とりあえず何使えばいいんだろう、どれ強化しようかなって迷っている方にかなり参考になると思います。10位、5連ライナー。テクニカルのガジェットで地形で反射するインクを5つ同時に発射します。インクの通り道に線が残って触れた鮭にダメージを与える仕組みですね。スプラトゥーン3のラインマーカーとかなり似ています。これ使った瞬間にその場に展開されるので、トラップみたいな使い方になります。線には射程があって壁にぶつかると反射する。つまり狭い場所で展開すると線が複数回跳ね返ってかなり凶悪なトラップになります。通路にバーッと張って鮭がそこを通るたびに削れていく感じですね。パーツは個数アップで線の数を増やすのがおすすめで、さらに冷凍をつけると触れた鮭の動きを止める足止めトラップに早変わりします。5レーンライナーは周りに鮭を近づけたくない時にかなり便利です。9位、スケットポット。テクニカルの設置型ガジェットで、置くと近くの鮭や木箱を自動で攻撃してくれます。最初から持ってるガジェットなので序盤からずっとお世話になるやつですね。強いのが投げながら設置できるところ。ちょっとした段差なら高いところにも置けるし、長押しで投げるとガイドマーカーが出るので狙った場所に設置しやすいです。置いておくだけで勝手に鮭を削ってくれるので、その間に自分は別の敵を処理できる。鉄板やヘビみたいな面倒な鮭の足止めにも便利なんですよね。瞬間にまとめて倒すパワーはないんですが、その分パーツで色々化けます。連射速度アップやマルチショット、ブラスターモードのようなカスタマイズの幅が広いのが強みで、使っている人に特に人気なのが匂いまといっていうデコイ効果のパーツ。鮭がスケットポットの方に勝手に集まってくれるので、自分に寄ってくる数が減って安全に立ち回れるようになります。8位、渦巻きバスター。パワーのガジェットで爆発するインクを発射します。ボタンを長押しで溜めるほど爆発の威力が上がるチャージタイプですね。これがとにかく火力お化けなんです。着弾地点に多段ヒットするインクの渦を巻き起こすので、ダメージの総量が非常に大きい。大物鮭でも一撃で倒せるほどのパワーがあります。硬いやつを一発で溶かしたい時の切り札的な使い方ができます。ただしチャージが必要なので、鮭に攻撃されないタイミングを自分で作らないといけない。しかもチャージ中にインクに潜るとチャージがゼロに戻っちゃうんです。なのでパーツはチャージ速度アップがおすすめ。使ってる人の間ではオーバーチャージと組み合わせて最大チャージの広範囲爆風を素早く打つ形が定番です。密集した大物をまとめて溶かせるので、ハマると本当に気持ちいいんですよね。7位、スピンホイール。パワーのガジェットで回転しながら進んで触れた鮭を吹き飛ばし、最後には爆発します。長落ちすると大物をロックオンして追いかける性能に変化するのも特徴ですね。このガジェットの一番いいところは勝手に動いてくれること。コマみたいに壁や鮭にぶつかっては弾かれる独自の挙動を取るんですけど、発動したら自分とは別に動いてくれるので、プレイヤーの動きを止めないんです。自分は普通に武器で戦いながらホイールが周りの鮭を削ってくれる。このながら攻撃ができるのがめちゃくちゃ便利です。パーツはダブルホイールでコマを2つにするのがおすすめ。さらに使いこなしている人の間では自動発動とストックアップを組ませる構成が強いとされています。武器で攻撃してるだけで勝手にホイールが飛んで、それを何回もストックできる。そこに炙りを足すと当たった鮭がじわじわ燃えて継続ダメージも入るようになり、勝手に削ってくれる最強の状態を作り上げられるんですよね。6位、ジェットブーメラン。スピードのガジェットでブーメランを投げて攻撃します。少し進んで止まった後、手元に戻ってくる挙動を取ってくれます。スピード系って自分が動くタイプが多いんですけど、これはガジェット自体が動くタイプで、投げると一定時間その場に留まってくれるんですよね。なので接近してくる鮭への牽制としてかなり優秀。前方をインク消費ゼロで塗ってくれるので、塗りながら足止めできるのも便利です。パーツをつければデカいくらの回収にも使えるので、近い鮭みたいな回収系のダンジョンでも活躍します。このガジェットはとにかくパーツで化けるタイプで、おすすめはマルチブーメランやサイズアップあたり。特にマルチブーメランで数を増やすと攻撃範囲が一気に広がって雑魚処理がめちゃくちゃ楽になります。5位、巻き上げスクリュー。テクニカルのガジェットで地面や壁に設置して風の渦を発生させます。プロペラに触れた鮭は吹き飛ばされる足止め系ですね。これの面白いところは設置式なのに壁にも置けること。設置ガジェットって普通は床にしか置けないんですけど、これは壁もいける。なので地形を選ばず鮭の通り道に渦を作って足を止められます。渦の範囲に鮭が入ってる間は持続ダメージも入るので、削りながら
から止められるのが強いです。風の渦は必ず真上を向くので横向きには巻き起こせません。なのでパーツは渦サイズアップ横がおすすめ。範囲内にいれば持続ダメージが入る性質を生かしてとにかく引っかかる範囲を広げると使いやすくなります。4位、メテオグローブ。パワーのガジェットでグローブを地面に叩きつけて爆発を起こします。一定以上の高さから落下すると爆発の威力が上がる性質があります。まず消費ゼロで周囲の鮭をまとめて吹き飛ばせるのが便利。地上で使うと自動で真上にジャンプしてから叩きつけるので失敗がないんですよね。どこで撃っても最低限の仕事はしてくれる安定感があります。そして高いところから使うとダメージが上がるので高低差のあるダンジョンとか調査メカのメカジャンプからコンボがめちゃくちゃ強力です。そして個人的に一番おすすめしたい使い方がピンチ脱出。このガジェット飛び上がってる間はなんと無敵なんです。なので鮭に囲まれてもうダメだって場面でもこれを撃てば無敵で上に飛べる。その上着地の爆風で囲んできた鮭をまとめて吹き飛ばせるので逃げと反撃が一度にできちゃうんですよね。やられそうな時にとりあえずこれを撃つっていうお守りとして持っておくと本当に安心です。パーツは飛び上がり高さアップがおすすめ。発動時に飛び上がる高さが上がるのでちょっとの段差でもダメージボーナスを出しやすくなります。さらに冷凍効果を絡めるとラッシュやボス戦でまとめて凍らして大ダメージが狙えるので後半になるほど評価が上がっていくガジェットですね。3位、勝ち込みシューズ。スピードのガジェットで素早く前方に飛びかかって着地地点にインクの爆発を起こします。これも最初から持ってるので序盤の主力になるやつですね。まず移動と攻撃を一つで兼ねてるのが強いです。インクのない場所にも突撃できる上に着地の爆発ダメージが結構大きくて広範囲の鮭を一網打尽にできます。しかもちょっとした段差も飛び越えられるので鮭の背後に素早く回り込める特定の重荷に刺さる場面も多いです。パーツは冷凍がおすすめで着地の爆発で鮭を凍らせられるので倒しきれなかった鮭からの反撃を防げます。突っ込む系のガジェットって反撃が怖いんですけどそれを冷凍で消せるので安全に飛び込める。このパーツは開発でしか手に入らないのでそこだけは覚えておいてください。2位、ズバットスラッシャー。パワーのガジェットで前方に突撃して横一線に広範囲を攻撃する斧型です。最初から持ってるガジェットなのに最後まで使えるのがこいつのすごいところ。一番の強みは貫通してダメージを与えられることですね。前方に突撃するとその線上にいる鮭を一体残らずまとめて切れる。手前のやつも奥のやつも間にいる全員をぶち抜いて同時にダメージが入るんです。鮭って群れで固まってくるのでこの一列まとめて貫通する性能がめちゃくちゃ刺さる。しかもこの貫通縦すら貫きます。鉄板みたいな縦持ちの鮭って正面から倒しにくいじゃないですか。でもこれは縦ごとぶった切れる。この貫通力が唯一無二なんです。発動時のステップにも攻撃判定があるので小さい鮭を倒しながら奥にダメージを与えられるしステップ中に足元を縫って前進してくれるのも地味に便利なんですよね。そして縦切りの火力がとにかく高くて対ボス性能も優秀。パーツは2連撃がおすすめで切りつけ回数が2回になります。一撃で倒しきれない大物や極物へのダメージが底上げされるのでパワータンクの攻撃力アップと合わせると硬い敵を溶かす必殺ガジェットになります。1、塗り塗りサテライト。パワーのガジェットで自分の周りで8つのインクが回転して地面を塗りながら触れた鮭にダメージを与えます。これ何が強いって講師と塗りを全部同時にこなすこと。周りをインクが回ってるので近づいてきた鮭を勝手に削ってくれる。それでいて自分の周囲を塗ってくれるから足場も確保できる。さらに自分を囲むように回ってるので防御にもなってるんです。攻撃、防御、塗りこれ一つで全部賄える万能っぷりが1位の理由です。しかもインクに潜っても消えないのが優秀。潜って鮭の攻撃をやり過ごしている間もサテライトはずっと回り続けてくれます。だから常に出しっぱなしにしておくだけで立ち回りが根本から安定するんです。そしてこの塗り性能逃げにもめちゃくちゃ使えるんです。展開すると自分の周りを塗ってくれるので塗れていない場所でもその周りに潜って逃げられる。鮭に囲まれてピンチな時でも足元を塗りながら潜ってスッと離脱できるんです。攻めながらもいざとなったら逃げ道まで自分で作ってくれる。ここが本当に優秀です。イクラ回収をつければ広範囲のでかい蔵を自動で拾ってくれるのも大きいですね。パーツはサテライトサイズアップで塗り範囲と当たり判定を広げるのがおすすめ。そこにサテライトダメージアップや炙りを足すと攻撃力をしっかり出せるようになります。あと持続時間アップがあると次に使えるようになるまでの空白が減るので展開しっぱなしにしやすくなってより腐りにくくなります。序盤から終盤までずっと頼れる持っておいて損のない1位のガジェットです。ということで今回はスプラレイダースの最強ガジェットランキングトップ10を紹介していきました。ガジェットって武器と違ってパーツでどう化けさせるかで評価がガラッと変わるんですよね。なので今回ランキングが下だったなーってガジェットでもパーツが揃えば全然上に来る可能性があります。というかこのゲームやり込めばやり込むほどガジェットもパーツもどんどん強化できるので育てきってしまえばどのガジェットをどう組むかは本当に自由自在なんです。そこがこのゲームの一番の面白いところだと思います。アップデートでガジェットの追加もありそうなのでそれも楽しみなところですよね。まだ発売されたばかりなのでこのガジェットのこのパーツ構成が強いよとか自分はこれ愛用してるみたいな情報があればぜひコメントで教えてください。ということでこのチャンネルではこんな感じのランキングや解説をどんどん投稿していく予定なのでぜひチャンネル登録高評価そしてコメントやハイプもよろしくお願いします。それではまた次の動画やライブでお会いしましょう。またねー。